どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。昨今 OpenAI のチャット GPT をはじめ生成 AI というものが定期的に話題に上がるようになってきたと思いますが、本日はその AI について、そもそも AI って何っていうところから少しお話をさせていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルでは AI や Web 制作、動画制作など様々な情報を発信していますので、クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まずはじめに、僕は AI のエンジニアとか AI を作っている側の人間ではなく Web とか動画を作る仕事をしているので、 AI を使っている側の人間の目線だということだけ事前に補足をしておきます。今回はざっくりの流れとして、まず AI とは、次に生成 AI とは、で最後に AI の今後についてという3つのテーマでお話をさせていただきます。では1つ目のテーマ AI とはというところなんですが、まずこれが何の略称かは皆さんご存知でしょうか。 AI はアーティフィシャルインテリジェンスの略で、日本語では人工知能という意味になります。以前は AI という言葉と同じぐらい人工知能という言葉が使われていたと思うんですが、今では AI という言葉の方がどちらかというとより一般的になった印象があります。で、AI というのはコンピューターが学習や意思決定などの知的活動を行うシステムのことになります。コンピューターがどうやって学習をするのかという点なんですが、キーワードが2つあります。1つは機械学習、そしてもう一つはディープラーニングです。機械学習というのはデータを使って訓練して、そこからパターンを学習して予測できるようにするものになります。例えばなんですが、メールのパターンからスパムかどうかをフィルタリングするようなものとかは、結構身近な例になるかなと思います。もう一方のディープラーニングについて、これも厳密に言うと機械学習ではあるのですが、より高度なものになります。脳の神経回路を模倣した人工ニューラルネットワークというものを用いて、階層的な特徴を学習して複雑なデータを処理することが可能です。例えばスマートフォンの顔認証のシステムなんかはディープラーニングが用いられていて、精度も高くなっているので、表情や角度が毎回一緒じゃなくてもユーザーの顔をしっかり AI が識別できるようになっています。だいたい AI についての説明はこういった感じになりますので、ざっくりとまとめると、データをもとに学習をした内容で何かを解決したりできるものが AI になります。では2つ目のテーマ、生成 AI についてです。チャット GPT や Gemini、Bing、Adobe Firefly、Copilot など実際に皆様が使っているサービスも多いんではないでしょうか。生成 AI というものが一般的に認知されるようになってきたのは、おそらく2022年11月に OpenAI 社がチャット GPT を発表して以降になると思います。生成 AI も先ほどご説明させていただいたディープラーニングを用いた AI ではあるのですが、その応用版みたいなものになります。いわゆる生成 AI ではない AI の場合だと、最終的にできることっていうのが認識とか判断とか、それらによる実行までになるのですが、生成 AI の場合は、皆様もご存知の通りで、テキストや画像、音声など創作物を生成することが可能です。つまりデータを元にして別の新しいデータを作り出すことができます。困ったことや調べたいことがあるときにも、Google 検索ではなくてチャット GPT を使うっていう人も結構増えてきているんじゃないかなと思います。生成 AI のサービスはプロンプト、つまりテキストでの指示によって生成を行うものが非常に多くて、プロンプトエンジニアという職種が生まれてくるぐらいになっています。ちなみにプロンプトエンジニアはただ上手にテキストで指示ができればいいというものではなくて、 AI とかプログラムの高いレベルの知識が求められる仕事みたいなので、一応補足だけしておきます。では最後に3つ目のテーマ AI の今後についてです。1999年の時点でアメリカの学者レイ・カーツワイルが論文にて2045年にシンギュラリティが訪れると予測をしていたという話は、結構僕も好きだし有名な話だと思います。
シンギュラリティというのは技術的得意点という意味で、人工知能が人間の知性や能力を超えることを指す場合に使われます。それが2045年という予測という話です。昔は SF 映画的だなという感じに思っていたんですけど、実際に時代も進んで AI も発展してくると結構現実味を帯びてきたような感じがします。現代社会においては AI によって仕事が奪われるんじゃないかなんて話も結構あったりするかなと思うんですが、それ自体は間違いではないかなとは思っています。時代によって仕事がなくなったり新しい仕事が生まれたりしていくっていうのは当然のことかなと思っている感じです。で、ここで大事なのはしっかり必要なことを見極めてしっかり勉強していくっていうところにあると思っています。ちなみにオックスフォード大学の研究によると AI によって日本の労働人口の 49% の仕事が10年後から20年後にはなくなるという話が、最近でもよくネットの記事で見受けられるのですが、これは2015年の時点に発表されているものであって、しかも研究結果ほどの仕事は実際はなくなっていないらしいです。あたかもチャット GPT の台頭などに合わせた研究結果であるかのように、記事が出てきたりするっていうことがあるんですが、全然それよりも前のものであって、こういうツリー的なものには皆さんも気をつけるようにしましょう。はい、AI についての本日の動画はこちらで以上にはなります。このチャンネルは AI や Web 制作、動画制作など様々な情報を発信しています。コメント、チャンネル登録、グッドボタンもぜひお願いいたします。